皆さん、こんにちは。エマです。このポッドキャストでは、日本語を勉強している方のために、日本語や日本文化に関するお話をしています。今日のポッドキャストでは、リクエストしていただいた日本の飲酒文化についてお話ししていきます。飲酒っていうのはお酒ですね。お酒。日本では結構飲み会とかがよくあります。飲み会っていうのは会社の人たちとかだったり、あと同期の方だったり、そういった誰かとお酒を飲む機会のことを飲み会と言います。でですね、私は実は前に貿易関係のお仕事をしていたことがあります。貿易っていうのは輸出とか輸入とかそういったことをする会社なんですけど、そのね、会社に勤めていた時によく飲み会がありました。忘年会とか新年会とか歓迎会、あと送別会、そういった飲み会が結構あったので、私自身の経験も踏まえてお話ししていきます。なので、よかったら皆さんも楽しみながら聞いてみてください。で、最初に日本の飲み会でよく使われる言葉をご紹介します。これは多分ね、日本語を勉強している方の中には知っている方もいるかもしれないんですけど、とりあえず生でです。とりあえず生で。これ皆さんどんな意味かわかりますか？多分ね、今後日本で働こうとしてる人とか、今日本で働いてる人とかは結構聞いたこともあるだろうし、あと知っておいてほしい言葉でもあります。とりあえず生でっていうのは、とりあえずビールでということです。ビール、生ビールなので生と言うんですね。で、とりあえず生でっていうのは、まず、居酒屋などのお店に入って、まず最初に注文するものは、生で、生ビールでという意味になります。これはね、なんで最初はビールっていう風に決まってるというか、そういう習慣があるのかはわからないんですけど、その多分ですね、最初に何を飲むのみたいな感じの、余分な時間も省けるし、注文もしやすいですよね。とりあえず生でだったら人数分5人いたら5人分のビールを頼めばいいので、すごくお店の人にとっても、注文する私たちにとっても、すごく楽なんですね。多分、そういったことから生まれた文化なんじゃないかなと思います。皆さんの国では、そういうふうに最初に頼むものは何みたいなの、決まっているものはありますかね？日本では今言った通り、ビールが代表的なものです。で、次、二つ目にご紹介するのが、乾杯です。乾杯。皆さん、乾杯って何か知ってますか？乾杯はきっと皆さんの国でもすると思うんですけど、グラスとグラスをね、コツンとすることですね。で、日本では乾杯に対する文化というかマナーがあります。まずですね、そういう飲み会、会社での飲み会、忘年会や新年会では、乾杯の前に上司の方からの挨拶があります。この挨拶の長さは人によって違って、すごく長く話す人もいれば、短くささっと終わってくれる人もいます。で、このね、上司の挨拶が終わってから乾杯をして、それからみんなでお酒を飲むんですね。なので、その挨拶が終わるまでは、勝手に乾杯とか、お酒を飲んでしまったりしないのが日本のマナーです。なので、皆さんもこれから日本に来て飲み会がある方は、そういうね、こと結構多分ね、日本ではよくあることなので、ぜひね、一度経験してほしいなと思います。
でもみんなの国でも挨拶とかありますかね？上司の方の挨拶。挨拶というかお話。少し短いお話ですね。そういったことが日本ではよくあります。で、次、3つ目にご紹介するのが、お酌についてです。お酌。お酌っていうのはマナーなんですけど、私は一番ね、下っ端、部下というか、なんて言うんだろう。下っ端。一番ね、入りたての社員だったので、上司だったり、年上の方のグラスが空いていたら、お酌をする。お酒を継ぐんですね。瓶のビールだったら、それをグラスに入れたりしてましたね。それをお酌と言います。それがね、一つの、マナーなんですけど、もう一つは、あと、さっき言い忘れたんですけど、乾杯の時ですね。乾杯の時は、上司のグラスが上に来るようにします。なので、私は下なので、私のグラスは下で乾杯をしていました。これが日本のお酒だったり飲み会のマナーの一つですね。で、次ご紹介するのが、これはね、少し日本らしいというか、ちょっと面白いと思うんですけど、皆さんの国でもありますかね？手締めというものです。手締め。手締めっていうのは、飲み会の最後にするものなんですけど、これはですね、上司の方の掛け声の後に、パンと手を叩くんですね。この合図が、これで今日の飲み会は終わりという合図になります。例えば、上司の方が、よーと言うんですよ。なんでかわかんないけど、よーっていうので、その後にみんなで手を叩きます。これが一本締めという手締めです。私はいろんな種類があるらしいんですけど、私はこの一本締めしかしたことがないですね。皆さんの国でもこういった文化とか、手締めっていう、これで飲み会が終わりだよみたいなの合図ありますか？で、このね、飲み会の終わりですね。この後は実は私たちはまだ続くんですね。二次会、三次会に続きます。二次会、三次会。これは一次会、みんなでお酒を居酒屋でワイワイ飲んだ後に、その後に二次会に行く人は行くんですよね。二軒目ってやつですね。で、次にこのね、二次会、三次会で行くのは、カラオケが多いです。カラオケ。皆さん、カラオケって知ってますか？カラオケも実は日本文化の一つだと思うんですけど、私たちはその飲み会の最後にカラオケに行くことが多いです。私の会社でも毎回行ってましたね。で、私はカラオケが好きなんですけど、でもやっぱり会社で行くと、上司の方が知っている曲を歌った方がいいとか、明るい曲を歌った方がいいとか、いろんなマナーだったり、そういったことがあるので、少し緊張するんですよね。しかも私はまだその時21だったので、やっぱり曲も知らないんですよね。年齢も全然違うので、上司の方が知っている曲とかがわからなくて、最初のうちは大変でした。ノリに乗ったりもしないといけなかったので、大変だったんですけど、でもね、すごくみんなと仲を深める機会だったり、あとね、そういったみんなと、仲良くなれる、仲を深める機会になるので、すごく楽しかったですね。なので私はカラオケが好きでした。皆さんね、もしカラオケに行ったことがないっていう方は、日本に来た時にぜひ行ってみてほしいなと思います。日本のカラオケはすごく安いんですよね。場所によるかもしれないけど、私が住んでいる地域では、1時間300円とか、それくらいの値段で全然あります。で、結
本当に1時間ですごく楽しめるので、一人カラオケとかにもぴったりです。私は誰かとカラオケに行くより一人で行くことが好きなので、よく一人カラオケをしてますね。皆さんの国でも何か、お酒に関する文化とか、あと伝統とか、そういったことがあったら教えてくれるとすごく嬉しいです。でですね、私の好きなお酒はビールと梅酒です。梅酒。皆さんの好きなお酒は何ですか？これもね、ぜひコメント欄で教えてくれたらすごく嬉しいです。では今日はこんな感じで日本のお酒の文化やマナーについてお話ししてきました。いかがでしたでしょうか？今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日の動画はリクエストしていただいたものを元に作ったので、もしよかったら皆さん他に聞きたいものがあったら、ぜひぜひコメント欄をね、たくさんコメントを送ってくれると嬉しいです。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もありがとうございました。じゃあね。